ッシングギャングのあずさです。今日はですね、初心者向けの話をしていきたいと思います。というのもやはり最初釣り具屋さんで初心者セットとか入門編のセット竿っていうのが売られてるはずなんですけど、それでやっぱ釣りすると結構トラブルが多いっていうのをよく聞くんですよね。でそのトラブルの多い原因ナンバーワンがライントラブルですね。そのトラブルについて、解消法と最初竿とリールを買うにあたってどういったバランスで道具を選べば間違いがないのかっていう話を今日はしていきたいと思います。じゃあまずはセット竿を購入した時の注意点なんですけど、なぜ糸が絡まるかというのはですね、ほとんどの理由が糸を巻きすぎっていうのがあります。このリールのスプールと呼ばれるこの糸が巻かれてる部分、これスプールというんですけど、分かりやすく言うとこういう感じです。これが糸巻きすぎパターンです。でこれがベストです。何が違うかというと、もう単純にこれ膨らむぐらい巻かれてるんですよね。でたまにやっぱセット竿とか見ると稀にこういう巻き方をされてるリールとかがあって、僕が思うのは最初この状態でもし買ってしまったら勇気を持って20メートルぐらい捨てた方がいいです。その方が、快適に釣りができます。というのもここにパンパンに巻かれたラインってテンションをかけた状態で巻かれてるんですよ。だけど釣りする時っていうのはテンションがかかった状態で回収するっていうことはもう魚がかかってない限りほぼほぼないので、実際現場で釣りをすると売られてる時より膨らみます。なので綺麗にこの中にラインが収まらずに投げる時にもうバラバラバラと膨らんだラインがもうオーバーして出過ぎて絡まるんですよね。なのでベストはこれ、もうこれ10分巻きじゃなくてここが10分巻きだとしたら、9分巻きぐらいですね。でこれのメリットというのは若干ここのこれスプールエッジっていうところなんですけど、ここにラインが放出される時に少し当たるんですよね。でこれがいい感じにブレーキをかけてくれて糸が膨らむのを抑えてくれるという役割を果たしてくれるので、僕はですねおすすめなのは9分巻きもしくはもう少し少なくてもいいです。8分巻きぐらいが一番ベストですね。僕が釣りする時はもうだいたいこの9分巻きか8分巻きでラインを巻いてます。もうこの状態でやっぱ巻かれてると本当に9割以上の確率でトラブルが起きるので、それを考えるとやっぱ 20m ぐらい捨てた方がその後の釣りが快適にできます。でトラブルの原因としてまず一つはこれで、もう一つがですねこの状態ですね。アイスのピノみたいな感じになってるんですけど、この状態この角度でラインが巻き上がっているとこれもめちゃめちゃトラブルが起きます。このラインってこう出ていく時にこうスパイラル状でバーッとこうくるくる回りながら放出されるんですけど、ラインがこうスパイラル状に下に下っていった時にこのつばに当たってたものが急にこう当たらなく放出されるんですよね。ここに遊びができてしまうんですよ。ここに放出される時ラインが、なのでテンションがなくなった時にラインがたくさん放出されすぎて絡まるんですよね。だから最初の、これの状態ですね。ですがこれはもう一つ手を加えるだけですぐに直せるので、そのやり方もちょっと説明したいと思います。っていうのもこういう感じです。このリールの中にこのメインシャフト軸があるんですけど、その上にですねワッシャーというのがあります。でこのワッシャーが多いとこのピノみたいな状態になります。でこれが少ないと逆にこのピノをひっくり返したような形になります。多い部分には中のワッシャーを抜けばこの状態になるんですけど、結構この入門機っていうのはワッシャーが1枚しか入ってなかったりとか、その1枚が結構太かったりとかして微調整ができないんですよね。でそういう時に役に立つのはこういう空のパッケージです。これは針が入ってたパッケージなんですけど、これが例えばルアー買ったらルアーのパッケージとかでもいいです。これ基本的にはもう薄いプラスチックがついてますね。じゃあまずこれを買ったリールだとします。ワッシャーというのはここの部分ですね。この黒い部分、これがワッシャーでこれ何枚か入ってますね。これだけでも多分5枚ぐらい入ってます。これあんまり変わらないんですね、太さが。このワッシャーとパッケージの厚みっていうのがそんなに変わらないんですよ。なので微調整がしやすい厚みなんですよね、こういうパッケージのプラスチックっていうのは。そしたらまずこれにこう合わせるんですよね。これにこう合わせて、こういうマジックなのでこうやって書いて、でそれをこうハサミで切って、で中もくり抜いたりとか
で軸の大きさはそれぞれあるんですけど、一番簡単なのはこのドライバーとかをライターとかで熱して穴を開けます。そうするとこういうワッシャーなんてすぐ作れるので、それをこうやってここに入れると、ここに入れて調整すると、これが一番の原因なので、トラブルの原因っていうのはなくすことができます。一般的にはもうゴミになるやつでもこのトラブルの原因をなくすことができるので、ぜひ皆さんもやってほしいと思います。そしてですね、もう一つよく聞くトラブルがあります。それはトップガイドに絡まるという、この1回ねじれてこういう感じで なるんですね。こういう感じで、これがもうめちゃめちゃ多いですね。これっていろんな要因があるんですけど、一つその場で直せるとしたら投げ方を変えるということですね。この竿先に絡まる要因として一番多いのが投げ方が雑というか、初心者に多いのがこういうっていう投げ方ですね。このありますね、ピシッみたいな、このピシッみたいな、ちょっと速い、もう放出が速いというか、竿がもう暴れてるんですよね。ティップが、竿先がピッて上げた時の竿先が追いついてないのにもかかわらず、もうこの状態でこう投げてる感じなんですよ。竿先が暴れるからここでこうラインが膨れ上がって、さっきのようにねじれたような絡まり方をするんですけど、そうならないためにこうピシッと投げるのはやめてもらって、こうやって後ろに下げる必要はなくて、こうゆっくり後ろに下げて、この角度からこうやって投げるんですよ。そうすると竿先がこう暴れないでこう来て、そこからこう曲がってピッといくので、もう竿先がこう暴れないんですよね。先端に絡むというのはそのティップの暴れ具合によってやはり起きてることなので、その投げ方を意識するだけで先端の絡まる原因というのは減らせると思います。あともう一つがですね、ねじれてる人がいます。こうまっすぐ投げないといけないのに対してこういう感じで投げたりとか、こう斜めにこうやって円を描くように切ったりとか、基本的にはもうまっすぐなので、こう来てこういってほしいんですよね。なのでこうやっていくとやっぱりティップがまたこうなってこういう感じになるんで、ティップが暴れないような投げ方を意識すると、ここが暴れれば暴れるほどやっぱり糸っていうのは絡むので、投げる時にこう曲げてこう放出するっていうのを意識してほしいなと思います。そしてもう一つですね、トラブルが起きやすいことがあって、それはですね、投げた後のラインの回収なんですけど、特に多いのは向かい風。風がここ向きに吹いてる時っていうのはラインがたるみます。しかもこっち側にこうやってたるんでいくんですけど、そのたるんだラインをそのまま回収しちゃうと、糸に負荷がかかってない状態のふかふかのラインがリールに巻かれるということです。でその後こうふかふかに巻かれたラインを回収して次の糸をまた投げるってなると、投げた時にもこのテンションがかかってないふかふかラインがバッと一気に放出されるので、これによってライントラブルが起きます。なので向かい風の時ほど気をつけてほしいのが、糸を張ったりとかラインにテンションをかけるというのが大切になってきます。でこれをどうすればいいかというとですね、竿がこうやって出てるとします。でラインがこうやってたるんでるとします。そしたら回収しようと思った時に、竿を僕だったらこの右下とか左下でもいいんですけど下げて、ラインをこのたるんでたラインをピンと張ります。で水につけます。ラインが水につくと、潮の抵抗とか水の重さでラインが重たくなるので、その状態からこういう感じで徐々に回収していきながら巻き取って、竿をまっすぐにしてあとは巻くというような感じですね。これだけの心がけで本当にトラブルというのは減るので、これはちょっとあまり初心者向けではないかもしれないんですけど、皆さんにぜひ心がけてほしい部分ではあります。というわけで、皆さんからよく聞くライントラブル参戦の解消法でした。といってもですね、やはりライントラブルというものはつきものなんですけど、基本的に投げるルアーが重たければこういったトラブルもやはり減るので、常にリールにかかっているラインのテンションというのを意識してください。リールに巻かれるラインがふかふかだと基本的にはライントラブルが起きやすくなるので、重たいルアーを投げて回収するだけでテンションがかかってピシッと巻けるので、もしトラブルが多いなと気になる方はルアーの重さをより重くして釣りをするか、仕草を変えてそういったトラブルを減らすという工夫をしてみてください。トラブルは減ります。今回はライントラブルの解消法でした。ご視聴ありがとうございました。
厚さ